自分が一人で全部頑張らなければとか、自分が全て背負わなければとか、自分でもちろん頑張る必要がある時もありますけれども、他力を拝むとか、他力に感謝するとか、他力に委ねるとか、そういうこともありますよね。ようこそみなとロミのビジョン心理学サロンへ。今日はですね、はい、質問がありました。信仰心って何ですかっていう質問でした。なんかね、時々、ジャック博士が書くものの中で登場するんですけれども、すごく宗教的な意味での信仰とかっていうのと重なってしまうと、どういうふうに受け止めたらいいのかっていうのがわからないってことがあるのかなって思いました。日本語だと信じる心を仰ぎ見るっていうふうに信仰って書きますよね。だから自分が見ているものを超えて何か大きなものを信じている心って、それは内側にあるっていう感じがするかな。そうなんですよね。意外にその神様っていうとどの神様みたいな感じになっちゃいますけれども、なんか大いなるもの、自分を超えたものを信頼する。でもその自分を超えたものも実は投影だから、自分の内側にあるものだったりするっていうところが腑に落ちてくると、そうですね、この信仰心っていうのがどれだけ自己愛とつながってるかっていうのが腑に落ちてくるかなっていうふうにも思います。多分ね、日本人は特に信仰心があるんだと思うの。お正月はね、だって皆さん初詣に行かれるでしょ。行きますよね。そうで、鏡餅とかあったりして。それがナチュラルだし、お家を買うとか建てるってなったら、地鎮祭をするし。やりますね、地鎮祭しますね。結婚式とか、あと子供の七五三とかね。お食い初めとか。っていうのはね、神社に連れて行ってお写真皆さん撮ったりとかして、もう何歳になりました神様ありがとうございますっていう儀式だから。なんかよくご神木なんて木にね、しめ縄をかけたりとか、お水に対して私たちお賽銭を投げたりとか、日本人って全てのものに神が宿るみたいな感じがありますよね。そうです。だからナチュラルにその信仰の対象は違えど、信仰心という心のありようっていうのは、なんかナチュラルにあるかなって感じが、ご先祖様に対してもね、お仏壇の前でなんか手を合わせなさいとか。なんか地方によってね、そのお仏壇の前で子供に教える時の言葉が違ったりとかして、うちは関西の方なんですね。そしたら、まんまんちゃんあんって言いなさいって言われて、まんまんちゃんっていうのがその神様とかご先祖様なの。そうで、まんまんちゃんにあんっていうのがお祈りするっていうので、江戸っ子のね、昔友達がいて、うちはね、まんまんちゃんあんだったなって言ったら、うちはね、のんのん様うんだったとかね。のんのん様うんなんですか？そう、のんのん様うんっていう、地方とかによって子供がわかりやすい語呂っていうのとか、それはもう自然にあるっていう教えなんじゃないかな。素敵ですよね。いいことですよね。そう、だから神社とかお寺とかがあると、どこ見てもまんまんちゃん、まんまんちゃんって言って、なんか忙しいな、この通りはとか、そういうふうに思ってた記憶があるんですよね。で、なんかある時、お葬式の時に花輪が出るじゃないですか。で、その花輪を見て、すごい綺麗って言って、まんまんちゃんって、それはしなくていいって言われて。なんか、よくわからないこの差があって。ね、亡くなったおばあちゃんとかにはするわけだから、お葬式だからほんまじゃないのかなとか、子供心になんかよくわかんないななんて思ってたことがありましたけど。ありますね。だから自然に何かを敬う気持ちっていうものや、自分よりも何か大きなものがある。その大いなる力が働いてるし、見ていてくれてるし、それは今自分が望んでる結果よりももっといいものを持ってらっしゃるっていうことがコンセプトとしてなんか入ってるような気がするんだけど。素敵よね。それをもっともっと思い出せればいいんですね。そうです、そうです。だからもしかしたら信仰心って今ロミちゃんがおっしゃったみたいに、その神様を思い出す力なのかもしれないね。で、そうだとすると、自分が一人で全部頑張らなければとか、自分が全て背負わなければとか、そんなこと思わなくても済みますよね。それすごくいい。だからもしかしたら思い出すだけなのかもしれない。
なんかね、日本人は自力とか他力とか言うじゃないですか。で、自分でもちろん頑張る必要がある時もありますけれども、他力を拝むとか、他力に感謝するとか、他力に委ねるとか、そういうこともありますよね。で、それを感謝する心も本当はありますよね。ね、仰ぎ見る自分よりも何か大いなる力、ということを信じる心だし、思い出すという態度を信仰心と呼ぶのかもしれないですね。そうですね。で、特にね、今ね、気候もちょっとイレギュラーで、いろんな風とか雨洪水とか火事とかね、変なところで山火事が起きちゃったりとか、そういうこともとても多くて、やっぱり他力を信じる、自分の力ではコントロールできないことっていうのもたくさんあって、で、そういう中で人事は尽くすんだけれども、でもやっぱりどこかで他力を信頼して、で、本当にそれに委ねるっていうことも必要だったりしますよね。だから今またお祈りがとても大切なんていうようなことを言ってますよね。まあだからその祈る力っていうことは、祈ってるけどこのメッセージを受け取らないとかね、よく私たちはしますし、文句を言いながらこうねブツブツ祈ってるとか、思い通りにならないことは祈ったうちじゃないみたいなね。そうですね。神様は聞いてくれなかったみたいな思ってらっしゃるけど、もしかしたらそうではなくて、本当はベストのことが起こっていて、でもってそれを受け止める、受け取る力なのかもしれないんですよね。そこから学ぶ力、そこから受け取る力っていうのをくださってるのかもしれないってことですよね。だからその何かね、欲しくはないものが起きた時に、ここ1ヶ月ぐらいハワイは雨がすごくって、ひどかったですよね。ひどかったです。ちょっと冬のシーズンになると、去年ぐらいから雨が多いんだよって言ってるみたいなんだけど、今年は特にひどくて、で、まあちょっと洪水になったりとかした時に、まあそのニュースをよく Facebook で見るから、それがどんどん出てくるわけですよね。で、そのために祈るんだけど、なんかハワイならではかな、これはと思ったのは、その SNS に困った人がいたら、僕の電話番号はここだから、僕はあなたのためにいますから、ここに電話してね、みたいに、個人の人がそういうふうに地域に対して言ったりとか、はい、じゃあもう流木がいっぱい流れ着いちゃって、僕たちの綺麗な海が汚くなっちゃったから、何月何日の何時からみんなボランティアに来てね、なんて言ったら、みんな車で駆けつけて、で、海をきれいにするとか、動物を助けるとか、ナチュラルにそれがやっぱり起きてて、美しいなーって、拝見してたんですね。その起きたことは悲しいし苦しいけれども、いかにやっぱりお互いがこう、助け合うというか、それはやっぱりその信仰心の表れでもあるんじゃないかな。そうですね。ただ文句を言い続けるんじゃなくて、何か自分がそこにできることを献身していくっていうのかな。そういうことができるって素晴らしいですよね。すごく遠いけれども、お互いがこうお互いの安否をね、祈り合うっていうこと。それも信仰心だと思いますよね。そうですよね。私たちは本当についつい思う通りにならないと、そのことでまあ文句も言いたくなるし、それから攻撃性みたいなものもちょっと出てきちゃいますよね。で、そういう時にそんな自分の心をちょっと平常とか愛の方に、平和とか愛の方にこうやって変えていく、祈りってそのスイッチだと思うんですよね。祈りながら文句って言えないので。そうですね、本当ですね。意識的に祈ることで、その自分の心のスイッチをこっちからこっちみたいにできるじゃないですか。で、そういう風にこの信仰心も使っていけたらいいなと思います。そうですね、本当ですね。まあね、信頼していく力っていうことが、この人とか結果っていったところからもっともっと大きく発展していったものだと思うし、やはりいつもそこにそういう存在が、宗教は何であれ、あるのだっていうことを思い出す。私ね、みなちゃんが日本人ってありますよね、その信仰心っておっしゃられて、すぐに浮かんできたの。あ、そうだ。自分のお家の奥様のことを神さんって言うんだよね。本当だね。日本人は自分のお家の真ん中にいる女性のことを神様だって言ってるんだっていうことを思い出して、あ、そうなんだ、そういう考えっていうのがもともとどっかにあるのね。ついついみんな忘れがちだけど。そうですね。面白いですよね。日本語ってすごくよくできてますね。よくできてますよ。ね、いつから神さんっていうようになったんだろうね。
本当に。神さんは上でもあるし、神でもあるので、なんかそういうふうに言葉を使ってこられたんだな。ね、本当ですね。やっぱり奥様がね、明るく太陽のようであるお家は平和ですからね。平和ですよ、豊かですしね。ね、だから自分の信仰心っていうものが、心が乱れていたりとか、苦しい時にこそ発揮されるものなのかもしれないですね。そうなんです。で、今年はもう本当にいろんな変動が起きているだけに、やっぱり自分がセンターにいる、真ん中にいられるっていうことがすごく大事。動揺するようなことが多いだけに、自分が真ん中にいるのが大事だから、そのためにもこの信仰心っていうのを持ち続けられると、自分が自分でいられるっていうところもあるかもしれませんね。そう思います。ね。お互いがお互いを信じ合って、プロセスを信頼して、すべてのものに神様を見て。そんな風であったらいいですね。いいですね。皆さんの幸せを祈ってます。してます。お知らせです。どうやら私たちは2時間のミニセミナーをズームでするようですよ。いつですか？はい。今年のですね、7月3日、19時30分から21時30分までです。初めてのオンラインミニセミナーなんですね。みなとろみのビジョン心理学サロンのミニセミナー、オンラインになります。テーマは、オープンザトレジャーチェスト？心の宝箱を開けるっていうテーマなんですね。何ですか、その宝箱って。宝箱が何なのか、宝箱が心のどこにあって、それを開けたらどうなるかっていうことを2時間でたっぷりお話ししたいですね。福々しいですね。ぜひぜひぜひご自分の宝箱を発見したい方。そうですね。開けてそれを人生に活用したい方、お待ちしてます。ミニセミナーです。はい。それでは7月3日にお待ちしてます。19時30分です。